外国人だから日本で差別された、そんな動画を見たことがありますか？ある韓国人 YouTuber が京都のある店で差別されたと動画を投稿したのです。これが大炎上しました。詳しく調べてみました。実は最初に広まった内容とは違う事実が見えてきたんですよ。韓国に19年、日本に10年住んだ僕が、一体なぜこの事件が起きていて、なぜ日本人と韓国人で見え方が違ったのかを説明します。3つでお話しします。1つ目、何が起きたの？ 2つ目、韓国人 YouTuber の発信にどう思ったの？ 3つ目、外国人ってどう向き合えばいいの？お話しします。まず一つ目、何が起きたのという話です。実は単純な二重価格問題ではなく、もっと複雑なものでした。事件を時系列で整理しましょう。発端は京都のある飲食店に訪れた韓国人 YouTuber です。動画では外国人だけ高い料金を取られた、日本で人種差別を受けたという内容が発信され、SNS や TikTok などで拡散しました。YouTube の動画だけでも100万回以上再生され、ショート動画まで含めれば数千万回規模で広がったとも考えられます。ところが、その後、店側からの説明が出ます。実際にこの店には日本語メニューと英語メニューが存在していました。で、ここで多くの人が勘違いしたポイントがあります。普通、英語メニューって聞くと、日本語メニューをそのまま英語に翻訳したものを想像しますよね。ところが、この店は違ってました。日本語メニューと英語メニューは料理の内容そのものが別だったのです。店側の後から出た説明によると、日本人向けには地元のお客さんが好む料理を中心に構成しました。英語メニューでは外国人観光客に人気の高い料理を組み合わせる別メニューを用意していたという説明です。その結果として価格も違っていたということです。今回の事件で最も重要な事実となります。で、ここで一つだけ重要なポイントですが、外国人向けのメニューには全体的に高い値段が付けられています。これを店側から見れば内容と食材が違うので高い値段がつきますとも見えます。一方、客側から見れば事前にメニューが違うということは知らなかった。それを知りたかった。外国人ということで高いものを売ろうとしていると見えることもあります。ここにはですね、しっかりと議論の余地はあると思います。一方でですね、今回の事件を通して話されている内容は別の方向でした。で、二つ目はですね、僕が韓国人 YouTuber 側に別の問題があると思う理由です。僕個人の意見です。まず一つ目は、二重価格と二重メニューという全く別の問題を混同して、多くの人に誤解を与える発信をしたということです。この二つは全く違います。二重価格というのは、例えば同じ牛丼一杯を日本人には800円、外国人には1200円で販売することです。一方、二重メニューということは、日本人向けは牛丼、外国人向けは寿司というより、そもそも商品構成が違う状態です。ここでですが、動画を初めて公開した時に、この YouTuber は外国人だけ二重価格で差別されたという趣旨で発信しました。事実一つ目、動画のハッシュタグでは、ぼったくり、二重価格制といった表現が使われています。事実二つ目、現在はタイトルが変更されていましたが、一番最初の時は、韓国人、中国人を人種差別する日本の飲食店、二重価格について聞いてみたという趣旨、内容のタイトルだったことも確認できます。事実3つ目、動画内でも外国人への二重価格が増えている、二重価格の店を見つけた、完全に二重価格だという発信が繰り返されています。韓国の辞典を調べても、二重価格というのは同じ商品に対して2つ以上の価格を設定することと説明されています。この方は最初は二重価格が問題だというふうに説明しました。しかし、その後、二重価格はなかったという事実が見つかって、その方は追加の動画で二重メニューが問題でしたというふうに主張しています。僕が見るに、これは主張がすり替えられている状態のように見えます。そして二つ目の問題というのは、確認をしようとした姿勢が見えてこなかったということです。まず、メールの話をします。この YouTuber は店からメールが届いたとして内容を公開しました。一方で、店側は自分のメールは送っていないと説明しています。現時点では、
両側の主張が食い違っているため、どちらが100% 事実であるとは断定できません。ただ、公開されているメールを見ると、僕は店側の主張の方が合理的だと考えています。事実一つ目というのは、この YouTuber は送信元のアドレスを公開しました。これというのは、店側が公式 SNS で公開しているメールアドレスとは違うものです。事実二つ目、差出人の名前を見ても、店主とされる人物の情報とは一致していないです。最後に、るとして終わったり、メールの最初には KA として始まっていますが、この店のオーナーの名前というのは、ルとも KA とも関連がありません。そのため、このメールというのは、第三者によるなりすましメールだったという可能性が高いと僕は考えています。そして、コミュニケーションの話もします。動画内では、日本語メニューと英語メニューが違うという事実を確認した後も、その場で店側になぜ内容が違うのか、これは二重メニューなのか、二重価格なのかと確認する場面は動画内では確認できませんでした。もしその場で理由を聞いていれば、これは二重メニューの方であり、二重価格とは違う話であるってことがお分かりいただけたと思います。その上で二重メニューに対して問題を提起するっていうことは、それはそれでありだと思いますが、店側の事情を聞こうとしないで自分が受け入れたものをその動画に公開しているっていうものが僕が問題として考えているものです。この件の中で外国人に二重メニューを提供すべきか、それを事前に告知するべきかという問いはとても大切な問いだと思います。外国人が好きなメニューを提供しているだけですよという考えもあれば、京都の雰囲気を味わいたくて行ったんですよ。事前に説明くらいはしてくれると助かったんですよという考えもあると思います。でも今回の動画では外国人に二重価格をつける店はいかなるものかと間違っている主張をした後にその問いをすり替えてるんですね。三つ目の話はですね、この事件とは別に外国人とどう関わるべきかってことは考える時期に来ているというふうに思います。皆さんも僕も怒りを煽ったりとか喧嘩させたりとか、そういった方向ではなくて、建設的なお話、有意義なお時間になれればというふうに思っています。それは外国人とどう関わるべきかという問題です。例えば皆さんが韓国旅行に行ったと想像してみてください。本物のトッポッキを食べようと市場に入ります。ところが日本語のメニューにはクリームトッポッキしかありません。しかも値段は韓国人向けより 1.5 倍高い。店側に理由を聞くと、日本人は辛いものが苦手だから外国人向けにはクリーム味を出しています。それには原価が違うので値段も高くなります。これ皆さんどう感じるのでしょうか？なるほど。親切だな。ありがとうございます。と思う人もいるでしょう。一方で、いや、勝手に決めないで、あなたが私の何をしてるんですか？僕は辛いもの食べれますし、本場の味を食べに来たんですよ。と感じる人もいるはずです。つまり、受け取る側によって印象が大きく変わると思います。意図せぬ事件が起きるものです。だから僕は日本人個人として外国人と向き合うときに、一番トラブルが少ない方法は、外国人だから同行するというのではなく、日本人と同じルール、日本人と同じ対応を基本にすることが、後々のトラブルが少ないんだというふうに思います。例えば、外国人が電車の中で電話をしていたら、海外の方だから仕方ないかという考え方もあるというふうに思うんですが、例えば日本人と同じするなら、日本では社内での通話はマナー違反ですよっていう、口頭で注意することってあるじゃないですか。そっちの方が僕にとってはいいんじゃないかなと思うんですね。そして最後に今回の事件とは別に、行政や政府としても日本人の国民のための取り組みがもう一層必要なんだなというふうに思います。コーチの案内、多言語対応、マナー教育などのまだ追いついていない地域が多いように感じます。僕がもし行政の立場なら観光税とかインバウンドによる税収を活用して多言語メニューの作成支援とか訪日前、入国時のマナーガイドの充実にもっと投資するかと思いますね。特に日本は求められる暗黙のルール、空気の読み方っていうの難しいものだと思います。
僕も慣れるのに3、4年ぐらいはかかりました。だからこそ、この初めて日本に来たばかりの人たちに、なんとか分かってくださいねとするのは、厳しいことだと思うんですよね。日本の皆さんにも幸せなことではないというふうに思うんですよ。一方、この政府から、例えば、日本の皆さんは我慢してください。外国人のおかげで国は稼げてますよみたいな説明を受けてもなかなか納得しづらいじゃないですか。だから、外国人どんどん増えていく中で、お互いに気持ちよくできる環境というものは何なのかってことを考えさせる事件だったのではないかというふうに思います。はい、以上です。パクンでした。アニョン。